皆さんこんにちは、かよです。今回は5月のお気に入り紹介やっていきます。はい。最近はなんかまた再度ブラウンリップブームというかダークリップブームが来ているので、そういうものを使いつつもなんか個性もありつつも、でもなんかちょっと柔らかいモードさみたいな感じのメイクが好きだったりするので、おすすめのアイテムをまとめながら紹介していきたいと思います。よかったらゆっくり見ていってください。どうぞ。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。皆さん今月もお疲れ様です。今月はだんだん暖かい日も増えてきたりとか、気温が下がって寒くなったりとか、本当に季節の変わり目でお肌も揺らぎ肌だったし、ちょっとこう体調の変化とかもいろいろ感じた1週間だったので、新しいものも取り入れつつ、改めてこれ前使っててよかったんだけど最近使ってないから取り入れてみようかなっていう、なんか今までの自分の好きだったものを見直してまた再度使ったりとかする1ヶ月だったので、もちろん新しい商品もあるんですけど、また改めて使ってみてすごく気に入って愛用してるよっていうアイテムも含めて、今月のお気に入りいろいろ紹介していきたいと思います。ファンデーションやっていきたいと思うんですけど、ファンデーション今回3つ紹介してもなります。なのでサクサク紹介していきます。ゲランのテラコッタフルイドグロー、私は 1N 版を使ってました。もう本当に自然な使い心地で、すごくね健康的な美っていう感じなんですよ。なのでちょっと前までちょっと自分のお肌よりワントーン2トーンぐらい明るいファンデーション使ってシェーディングで影入れてっていう感じが多かったんですけど、なんかまあ夏だしね、なんかこう南の島に行ったこともあって、ちょっとそういうヘルシーな美しさもいいんじゃないかなっていう風にちょっとなんか気持ちが変わりましてというか、はい、なので最近は結構ヘルシー系のメイクしたい時はこのテラコッタフリードグローを使っています。本当に滑らかなつけ心地で、カバー力としては中くらいなんですけど、色も相まってそんなにがっつりカバーをしてなくても自然なツヤ感で発光することによって自然なカバー力になってくれて、がっつりカバーじゃなくてもお肌が健康的に綺麗に見えるような、そんなアイテムなので、すごくなんかそのままの自分でいられるようなメイクが仕上がるというか、無理してない、背伸びしてないファンデーションっていう感じで、カバー力が決してないわけじゃないんですけど、ナチュラル思考さんにおすすめかなと思います。はい、続きましてがですね、こちら MAC のスタジオラディアンスセラムファンデーション、私は NC15 番を使っています。こちらも 80% 美容液成分で作られたファンデーションになっていて、こっちはねカバー力もしっかりありつつしっとりとした美しい仕上がりにしてくれます。なんかね結構使い心地自体は似てて、私的にはもうちょっと MAC の方がカバー力あるかなぐらいで、どっちもまあ中ぐらいのカバー力、がっつりカバーっていう感じではないんですけど、しっとり保湿力もありつつ綺麗にナチュラルに自然なお肌を演出してくれるので、結構この2つを混ぜて使ったりするのもおすすめ。割とこれ混ぜて使った時とか、下地はトーンアップ下地を使ってこれとこれでヘルシーなカラーで仕上げたりすると、すごくなんか今の気分にぴったりで、今月この2つよく使ってました。そしてクッションはですね、こちらイヴ・サンローランのラディアントタッチグローパクト。今日はトーンアップ下地を仕込んでいないので、このままこのカラーを使っていきます。さっきの2つはトーンアップ下地を仕込ませてちょっとトーンアップしてからファンデーションはワントーン落とすみたいな感じで使ったりとかしてましたね。イヴ・サンローランはねパッケージもね可愛いので、持ち運びにも本当にテンションが上がりますよね。で結構クッションもねいろいろ今月も新しく取り入れて使ってみたクッションとかいろいろあったんですけど、その中でもやっぱり昨日とかも別のクッションを試しに使ってみたら、なんかカバー力がやばくて、ただすごい重たくてなんか違かったんですよね、私の好みと。であれなんかすごい重たいファンデーションだってなって、
もうすぐ拭き取ってこっちに戻したらやっぱ綺麗だなって、本当にすごく優秀だなって、他のアイテムを使った後に改めて使ってみてすごいいいことに気づきましたね。はい、こんな感じでやっぱカバー力もある程度あるし、しっかりとこうちょっとキュッて引き上がる感じ。やっぱトン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 ってするとさ、血行が良くなって上に引き上がるんかなと思うんですけど、本当にクッション使った後って引き上がるなっていう感覚を感じます。そうで、引き上がったと同時に、こういうちょっとマッサージ的なやつでこう頭皮もちょっと刺激しとくと、マジでちょっとやった方とやってない方で違う人っていうぐらい引き上がります。で、肌の色味自体もさほど変わってないので、私はこの B の20番がすごくお肌に合ってるんだと思う。で、これも SPF50 プラス PA4 プラスあるので、日焼け止め効果もしっかりあっていいと思います。はい、続きましてがですね、パウダーお気に入り2つあるので紹介していきます。まず1つ目がですね、こちらシュウ上村アンリミテッドマポルースパウダーのドリームミントです。ドリームミントっていうことでミントカラーなんですけど、パッケージはね、限定パッケージです。コラボの商品になってます。開けるとここのさ、わかる？こう指を入れるところもミントカラーになってて、いつもと違くて可愛いです。で、ちょっともう使ってるので汚いんですが、こんな感じでちょっとね、私はこのシュエムラのここの点のタイプのこの点の小ささっていうのかな中央しかつかない感じが若干ね、何度もこうつけてこう振ってっていうのがめんどくさいなと思うので、ぜひここの部分を全体的に点にするか、もしくはメッシュタイプにしてほしいなと思うんですけど、ただ色とかテクスチャーがすごく私はこれ大好きです。ドリームミントって言って限定カラーなんですけど、普段私青竹ブルーっていうこのブルーカラーのパウダー、同じシリーズのねパウダーを愛用していて、これもねすごくこう爽やかな感じで透明感が出て好きなんですけど、ミントグリーンもまたねすごく色がいい。グリーンはね、お肌の赤みをこう整えてくれる効果があるので、こう鼻の横のちょっとテカりやすいかなっていうところとか、ちょっとこう赤み出やすいかなっていうところにトントントンって乗せてあげると本当にね綺麗に整います。持ち運びにもね、このねライトグリーンいい、ライトグリーンじゃない、ドリームミントいいんですよ。勝手にライトグリーンとか名前つけちゃった。はい、ドリームミントね、すごく良くて、やっぱ時間が経ってくるとこうくすみが出てきたりとか、赤みがまた復活してきちゃったりとかっていうのがどうしてもあると思うんですけど、そこにねちょんちょんちょんってつけてあげると、もうほんと綺麗にお直しも可能です。微細なパールも含まれているので自然なツヤ感も出してくれます。じゃあちょっとせっかくなので鼻横に、はい、こういうグロータイプを使うときは最近はあえて前眼にちょっとのせないでみています。パウダーをちょっと折ってピッとさせて使うと使いやすいですね。お肌につけた時にそんなに分かりやすくグリーンになったっていう感じじゃもちろんないので、そこまでこう難しく考えないで普段使いに使えます。もちろん赤みが気になるところにね、こんな感じでピンポイントにつけてもいいんですけど、顔全顔に塗ったとしても自然なトーンアップ感がありつつも、そんなグリーンが主張するようなカラーじゃないので、普通のパウダーみたいに使えます。これもね良かったんですよ。こちらじゃーん、リーカのルースパウダーバイオレットっていうことで淡いパープルで透明感を、こんにちは、一緒にチームを組め。淡いパープルカラー、バイオレットっていうカラーで淡いパープルカラーになってます。ちょっとちっちゃいコンパクトサイズなので持ち運びにもいけそうなサイズ感かなと思います。立派な穴が開いてますね。しっかりとのせれます。ラベンダーカラーなんですけど、そんな紫に寄ってなくてピンクラベンダーっぽい感じで、すごい肌色に馴染むカラーになってます。こっちはね
微粒子パウダーなので毛穴もしっかりカバーしてくれるし、保湿力がすごく高くて、ツボクサエキス、歯科成分ですねとかローズヒップエキスとかが配合されていて、お肌の保湿力を重視して作られたようなパウダーになっています。赤みとかツヤ感を求めている方はこのシュエムラのドリームミントおすすめですし、軽やかさだったりとかスキンケア効果をより大事にされている方はリーカいいかなと思うので、用途別に選んであげるといいかなと思うんですけど、私は今月この2つがすごくいいかなと思いました。ハイライトもうみんなこれお気に入りだよねって知ってくれてる方も多いと思うんですが、こちらがオフラのハイライトです。こんな感じのカラーがちょっと何色っていうんだろうな、肌色がついてるというか若干カラー付きなカラーですね。これは本当にとにかくツヤツヤです。はい、私的にはもう何回もこれもお気に入りで紹介してるんですけど、こういうアディクションのカラーコレクター、トーンアップしたいところにまずのせましたらですね、それをこう伸ばしていきます。そしたらこの子の出番ですね。ブラシで、ちっちゃめのブラシでのせるのがお気に入りです。でちゃんと取って見せたい印象に合わせてのせてあげるのがいいかなと思うんですけど、私は鼻が短いので結構長めな鼻に見せたいので、なるべくこうスッと筋が通ってるような感じでのせちゃいます。本当に輝きが綺麗なので、これはね買ってから結構毎日のように使ってて、一時期こればっかり使いすぎてこればっかりになっちゃうからちょっと控えようっていう感じに思ったぐらい、マジでこればっかり使ってます。輝きがすごい。なのでちょっとだけでいいです。で鏡がねちっちゃいのに鏡ついてるところも個人的にはすごくいいし、しっとりしててなんか粉っぽくないというか、本当にこう磨かれたようなお肌に仕上がるので、毛穴もね目立ちにくいし、すごく私はお気に入りです。ただ全体につけるとテッカテカになるので、私は本当ポイントに特に目立たせたいところにだけこれを使うのが好きです。はい、続きまして、まだ動画で登場させたことないかなと思うんですけど、結構私最近使っているお気に入りアイテム、こちらじゃーん、ウェイクメイクのソフトシアーマルチパレット01番のコーラルヘルツです。これがマルチパレットっていうことですごくねこう似たような色が一見入っているんですけど、質感がなんと5個、ゼリーマットだったりシマー、グリッター、そしてマットバーム、グローバームと5種類もね質感が異なるものがセットされていて、アイシャドウとしてはもちろんチークとかハイライトとしても使用ができるようなパレットになっています。で結構ね濃い感じに見えるかなと思うんですけど、実際手にのせてみるとかなり淡めなカラー展開になっていて、正直私はこれ1個でアイメイクを全て終わらせるっていう感じでは使わないんですけど、ベースだったりポイントに使ったりハイライトとして使ったりチークとして使ったりっていう感じで、発色もいいですよね。結構ほんと似たカラーが結構詰まってるんですけど、お気に入りです。可愛いよね。特にラメとかすっごいしっとりしててかなり良いです。このカラーを混ぜてアイホール全体にのせます。これはなんかムースっぽいマットムースみたいなテクスチャーになってて、ちょっと彫りも深く演出できるしおすすめです。あ、眉毛描いてないね眉毛はこの後やります。これで作ってあげます。今日はこの後学生時代のお友達とご飯があるので、ちゃんとおめかししていきたい日なんですよね。なのでこの子でやってきます。でそのままちょっと広い範囲にチークっぽくトントントンってのせちゃいます。しっかりめに涙袋にのせて、ちょっと広めな範囲にトン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 って、このねちょっと濡れツヤバームも可愛いので、より強調させたい目の下にし
したら今月はいろいろ使ったんですけど、では眉毛はいつも通りシュエムラ、こちらブローシェーダー使っていきます。もうこればっかり使っちゃってますね。はい。最近眉毛を完璧に描かなきゃってちょっと思いすぎてた節があったんですけど、完璧にっていうかこうムラなく隙間なくこう綺麗にシュッと描かなきゃみたいな。でも本来眉毛ってそんなこうさ綺麗に埋まってるようなもんじゃないじゃないですかっていうのをなんとなく思って、そんなに気張って無理してこう全力で綺麗に描こうとしすぎなくていいのかもなっていう風にちょっと思ったりしました。っていうのもなんかすごい救急車の音が、結構ね雑誌のメイクアップアーティストさんのメイクとか見ててもこうバチッとメイクで、メイクによっては眉毛をね綺麗に描いてる人もいますけど、結構割とさこう普段メイクというかナチュラルというかナチュラルじゃなくてもこう普段こういうメイクどうですかみたいなメイク提案的な感じの作撮りっぽくないっていうか、なんていうの、なんかモデルさん使ってバチバチにファッション雑誌とかでバチバチにメイクしてますみたいなメイクだったら眉毛キリッと描いてるんですけど、ボーチェとかさそういうこうメイクを参考にして見てくださいみたいなこうそういうメイクの雑誌では割と眉毛はすごくこうあえてふんわり隙間があるような感じで描かれていたりとかして、それが逆に良くて、そうだからなんか私もそんなにこうビシッとバチッとみたいな考えなくてもいいのかもしれないなと最近ちょっと思ったりしました。ちょっとバランス見るためにまだセットしてないんですけど、前髪を下ろします。パーマをかけているのでまだ何もしてないんですけど、くるくるしてます。結構伸びましたね。次今月のお気に入りチークもう一個、セルボークのポリフォニックブラッシュ EX3 番、これもねめっちゃ使ってました。結構私には珍しい感じのチークのカラーで、なんか若干グレー味が入ってるようなチークなんですね、こっちが。でこっちはバームタイプになっててハイライトとしてちょっと足したりとかするんですけど、はい、ちょっと大人っぽいシックなクール系なチークに仕上がります。で結構私の場合はツヤ系が得意だしイエベ春なので、ちょっと一見ね普通にドバってつけると顔色が悪くなります。なのでちょっとコツをつかむまで時間かかったんですけど、色味自体はめちゃくちゃ好きだしおしゃれな色なので、ちょっと私もねパーソナルカラー関係なく使いこなせるようになりたいということで結構試してしたら分かりました。こういうすごいこうさふわふわな密度が分厚すぎないようなチークブラシでふんわりのせると馴染みます。でここに付属のチークブラシもついててこれもいいんですけど、一部にドバってつきかねないので、やっぱこういうさなんていうの、短いとこう持ち手が短いとこう結構力がそのまま直接伝わっちゃうんですけど、こうやって広い持ち手が長いと力がこう直接加わりにくくてふんわり均等にのせれるので、私的にはちょっと長めなブラシでのせる方がのせやすいかなって思いました。トントントンってさっきバームをのせたところにそのバームを保護する感じでのせていきます。ちょっと外目にのせるとシェーディング効果も相まっておしゃれな感じに見えます。そうちょっとねグレーだからこそシェーディングにも合いますね。こんな感じで鼻先とかもこれで仕上げちゃっても全く違和感出ないです。はい、こんな感じでちょっとバームよりこっちの色の方が気に入ってはいるんですけど、バームも若干光欲しいところに足してあげると、はい、いいでしょう。
アイシャドウは結構アディクションの単色アイシャドウの特にこのグレーとかすっごい気に入ったりしていました。赤とかも可愛いし、これも夏のコレクションで4色単色アイシャドウをセットさせたこんな感じの限定のパレット、限定っていうか自分で作ったパレットなんですけど、このグレーが特に締め色っぽくない締め色として使うと抜け感が出てめっちゃ可愛かったです。これ使ったメイクもすごい盛れたので縦動画で上げてるんですけど、これもおすすめだが、しかし今日はチークの感じ的にもちょっとこう強い感じ。でもそっか、別にグレー使ってもいいか。グレー使おうかな。じゃあちょっとまだ YouTube でこのアディクション使ってないのでこれ使っていこうかな。はい、まずこのスックのこちらシグネチャーカラーアイズの147番、これも大量レビューでも紹介したんですが、やっぱめちゃくちゃ可愛くてインスタでもね紹介しましたね。本当に可愛いのでおすすめです。はい、でもこれね本当にすぐスックって売り切れちゃうので、もし再販が売ってたらぜひチェックしてください。ということで、まずこの子で土台作ってグレーをのせたりとかしようかな。ということで、まずこことここを混ぜます。結構広めにこれも。はい、次アディクションのグレーを使っていきます。このグレーがちょっとツヤがあるグレーなのでくすみすぎずほんとかわいい。はい、こんな感じです。さっきのこの子たちに戻ります。ツヤ系のカラーを取ってシマーなカラーですね。光をしたら次またこの一番キラキラのカラーを取って目の始まりと中央に赤のカラー取ってがっつりのせると浮いちゃうので軽くでいいです。なんかこれなんだろう、メイクしてる時にたまに香るミックスされたコスメの香りがすごい好きなんだよね。1個のコスメだけじゃ違うの。いくつものコスメの香りが合わさった時にメイクしてる時にふと香ってくるの結構私香りが好きなので気づくんですよね。そしたらこのラメを最後目の上にもちょっとのせます。最後までラメをのせるか迷うんですけど、いつものせることが最近多いですね結局のせます。はい、完成です。こんな感じでちょっとグレーを入れるとちょっと梅雨っぽいメイクになるというか、締め色が柔らかくてちょっと抜け感が出ます。なんて呼ぶんだっけこれ、ちょっと忘れちゃったんですけど、韓国行った時に前に買ったリップバームセラムです。これ昨日松清でコスメ見てたら売っててびっくりした。すごいよね、松清ってさいっぱい売ってんの、韓国コスメ。ちょっとまたいろいろ買ってみたので、韓国コスメとか、日本のコスメとかお気に入りがあったら動画で使いたいと思ってるんですけど、これはエイジングケア用のケアセラム、ケアバームなのでちょっとふっくらする感じがして、これで保湿してあげてからリップを塗ったりすると非常にいいです。ちょっとだけなんかピリッとする感じもするけど、そんなに刺激は強い方じゃないですね。マスカラ塗っていきます。マスカラはやっぱり私は今月もイプサが好きでした。ただブラック最近飽きてきたので、ちょっとまたカラーマスカラとかブラウンマスカラとかで来月はちょっといろいろ冒険したいなって思ってます。シアーブラックとかもいくつかね最近試してて、キングダムやっぱ人気なだけあっていいなって思ったんですけど、ちょっといろいろ試したい気持ちになってきてます最近。ただしかし今日はお気に入り紹介なので変わらずイプサで仕上げます。で3のファントゥファンキーリキッドアイライナーの X05 番、これまだ売ってるかな。これ売ってたらぜひ、すっごいいい色で
優しくしっかり、なんかちょっとアッシュグレーっぽいアイライナー、ちょっとだけ目の下に点で入れてもいいですね。今月はブラウンリップにはまりました。再度やっぱナーズ最強ですよねってなりました。このリッチなつけ心地が私は好きなので、ナーズの806番と807番の、リップエクスプレシットリップスティックが私的にはやっぱり見てみますね。かわいい。発色もいいし保湿力もいいし、なんかがっつりなのでやっぱり好きです。あとこのシリーズもめっちゃよく使ってました。これ可愛かったです。イーザー&っていうところのティントなんですけど、めっちゃ発色も良くて、特に私はこの2色が好きだったんですけど、5番と6番可愛くない？可愛いです。なんかティント高発色で優しいティントよりかははっきりティントなので満足度がすごく高くて好きな感じでした。まずマックのリップもね、ティントじゃないけどすごく色持ちします。やっぱ密着力がすごい。この5番を結構プリッてしてくれるから好き。なんかいい香り。ちょっとだけ爽やかな香りがするんですけど、そんなに強い香りじゃないので多分大丈夫だと思います。いかがでしょうか。ちょっと髪の毛整えて戻ってきます。バイバーイ。なんかすごいハゲ散らかってるはい、っていうことでこんな感じで、5月の私のお気に入り紹介でした。あれ5月だよね、今って5月だよね急に心配になった。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今月はベースアイテムとか特にね、なんか一時迷子になった時期もあって、改めて私何使ったらいいんだっけっていうのをすごいいろいろもともと持ってたアイテムとかを再度いろいろ使ったりして、組み合わせとかもいろいろ考えていいかなって改めて思った子たちとかを、混ぜて使ったりとかもしてたし、ファンデーションとか紹介した3つとも新作なわけではなかったんですけど、改めてこういう肌作りが自分には今ぴったりかなっていうことでおすすめしたくなった3つです。3つともちょっとツヤ系でがっつりカバーっていうよりかはなんか自然な発光感で、なんか自分のお肌そのもの自体がちょっと綺麗に見えるような、そんなアイテムを最近ベース作りでは選んでいるかなと思います。はい。あとはなんかコントロールカラーだったりとかそういうものをすごく日常的に使うようになったので、それも相まってファンデーション自体はカバー力中ぐらいでもいいかなって思ってるっていうのもあるかな。はい。アディクションのねコントロールカラー本当大好きです。はい。っていう感じで今月はちょっと、ファッションもねいろいろこう楽しんだりとかしてたし、おめかししてお出かけすることもちょいちょいあったりしたので、インスタとかもいろいろ更新できて楽しい1ヶ月だったかなと思います。はい。そうですね。なんか最近髪色もちょっと落ち着いていることもあって、ブラウンリップだったりちょっとダークリップも再熱しているので、またちょっとブラウンリップ紹介動画とか、いろいろ出せたらいいかなと思っております。はい、ということで今月も皆さん見てくれて本当にありがとうございます。6月はね、お気に入りというかベスコス紹介になるのかなとなんとなく思っているので、上半期の集大成をまたこの1ヶ月で考えて、みんなにおすすめのものをまとめたいなと思います。みんなの
5月のお気に入り、みんなの5月のお気に入りもよかったらコメント欄で教えてください。ということで、この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひぜひお待ちしております。また、Instagram や Twitter、TikTok やレターなどもやっているので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。